今日はですね、以前番組で視聴者の方に道ネタを募集したと思うんですけど、香取さんにちょっと見てほしい、調査してほしい道があるというちょっとものがありまして、それでこの名古屋の東山公園まで来ていただきました。僕はこの近くに住んでおりまして、よく犬を連れて散歩するんですが、ハイドフじゃないのかなという。一マップコースはよく散歩で通るんですけども、一マップコースとちょっと違うような、普通の山道とはちょっと違う割と広い道だし、切り通しみたいなのがあるので。あ、そうですか。けどほとんど使われてないということですか。使われてないですね。10年20年ぐらいずっと気になってたので、ぜひ解明していただければと。すごい面積ありますもんね、この東山公園。そうですね。都市の緑地の中では一番日本で大きいみたいです。あ、そうらしいですね。こっちに来ると全然人がいないんですね。なんかすでにちょっと怪しげな道がありますけど、ここです。あ、これですか。なんか入り口からしてすでに怪しげですけど、自分はこのバリケード、これ A 型バリケードってやつなんですけど、このバリケードが2つ置いてあるんですけど、微妙に人一人通れる隙間だけ残してあって、多分この間が空いてるってことはギリギリいいんですけど、歩行者だけはいいと。あ、でもいい感じのあれですね、散歩コースですね。そうなんですよ。あ、ここベンチじゃないですか、これ。かつては設置されてたんですかね。なんかよく観光地にあるようなベンチですけど、かつては休めるような場所があったのかもしれないですね。今この道が狭くは見えるんですけど、ひょっとしたらもともとは広い道幅があったのかなという想像はできますね。そんな気もしますね。通る場所はこの人一人通る幅しかないですけど、ずっとこのあるんですよね。この木が生えてるようなこういうスペースが、平地が。ここが切り通しになりますね。結構深いですね。こんなに一生懸命切り通しを作るぐらい道を作りたいという意志が感じられます。そうですね。あまり興味のない人だったら普通の山道と思って歩いちゃうかもしれないですね。何十年も前から通ってたけど、ひょっとしたらっていう疑問を持ち始めたのはこの番組がきっかけですか。そうですそうです。あ、そうですか。こういうところにこうやって、これはコンクリートですか。捨てに来たのか、元建物があったのか。コンクリートにこの金属の棒が突き刺さってますよね。結構埋まってますよ。びくともしないです。コンクリート部分を土に埋まってて、解体した時に切ったとしたらもっと上まであって、こんな簡単なものですから東屋ぐらいだったら建てられるんじゃないかなと。でこっちには瓦とタイルとブロック、コンクリートブロックですね。台所とか、水回りのところですよね。これちょっとそうかまどっぽいですね。タイルが黒いタイルなんで、かまどによく使われてそうなタイルですね。簡単な火が焚けるかまどがあったのかもしれないですね。そこまで昔じゃない戦後ぐらいかなという気がしますけど。途端に状況が悪くなりましたね。我々は良くなったって言うんですけど、元の道はこうですよね。もうなんか歩いてる雰囲気がほぼほぼなくなってきましたね。どこまでが元の道で、どこからがこう勝手に歩いてる組み跡かわかんないですね。
どこから行くのが正解かな。犬の散歩されてるんですよね。ここは犬はあんまり連れてきます。ここはここまではこっちじゃない気がするんですけど。こっちですか。こっちですかね。一応通れます。こっちはだいぶひどいですねこれ。でも広い、ここまで来たら広いですね。でここに溝がありますね。で多分反対側に溝が見えたような気がしたんですけど、反対側にもありますね多分。こっちにも溝がある。めちゃくちゃ広いですねここ。だからこの溝から溝までが道幅ですから。完全に2車線道路じゃないですか。向こうは多分東山園内に入ってる。園内に入らないようにフェンスがしてあるんですね。これはとっても気になるんですけど、これは見るからに焼却炉っぽい。焼却炉かな。ですね。この階段がわざわざ作ってるのはいいですね。この上から多分掘り込んでたんですかね。で下が這い出しですかね。焼却炉か。焼却炉ですけどゴミじゃない気がしますね。煙突が多分そっちにあったとすれば、結構こんなゴミを燃やすためにここまでやる必要はないんじゃないかなという気はするんですよ。何かゴミ以上になんか高温にする炉のような気がするんですが、光なんとか原動工業株式会社、今は残ってなさそうな気がしますね。でこれはベンチか。プラスチックが木の板がついててベンチになってたんじゃないですかね。ここも観光客が来るような場所だったかもしれない。ちょっと道の先も気になるんですね。動物園、動植物園の園内、多分その一番手前に見えてるその建物が日本カモシカ社。向こうから見たらこっちが人間の檻みたいになってますで上に新しい赤い橋がありますね。光橋って東山公園線の光橋。1945年から1950年の地図になっているので、道はつながっている様子がありますよね。ありますね。つながってますよね。園内までつながってるんですよ。動植物園に入る入り口だったとすれば、それなりに人が通るっていうのが見込まれるので、売店があったりしたかもしれないと。さっき見た東屋が例えばそこにあって簡単なかまどがあったりしたっていうのは、ひょっとしたらそこに何か売店があって、既製品じゃなくてお茶とかを立てて提供してたとかで、1970年代になるともうこれないですよね。この頃にはない。この道路ができた段階でも、東山公園線ができた段階ではもうない。で1960年代にはつながってるんですよ。だから60年代から70年代にかけてのどこかでここが通れなくなったんじゃないかなと。だからここに入場ゲートがあったとしてもおかしくないと思うんですけど、そんなところに何か物を焼いてたっていうのはちょっと考えにくいんですよ。別の目的の炉なのか。50年ならまだ知ってる人がギリギリいてもおかしくないんですけど、今入り口こういう道なんですけど、これは知っとる。ここご存知ですか？なんかそれずっと行くと動植物園のすぐ手前まで行くんですよ。ここって昔からこういう状態だったんですか？
今もう柵になってますけど、道路が上走ってる下へ出るんですよ。そこに昔はね、皆さんね、通ってた。あ、そうですか。直接上登ってね、公園の方へ行ってたんですよ。そうですか。その時は公園がまだね、柵がしてない場所、遊園地になってた。ああ、公園のような普通の。滑り台があった。こう円形のこういう滑り台。飛行塔だとかね、タコの足みたいなやつでね、こういう風になるやつ。あと一つはね、売店があった。一軒あった。ちょうど中間ぐらいなんですけど、コンクリートに柱みたいなのがついてるのがいっぱい落ちてるところがあって、かまどみたいな跡が残ってたんですね。あった。ありましたね。売店は最後まであったと思うんで。そうなんだ。このすぐ近くに焼却炉があったんですよ。これは後から作った後から作ったんですかね。すっきりしてゆっくり眠れます。